皆さんこんばんは。フォーラム8プレゼンツ、玉木のスポーツジャーナリズムの時間がやってまいりました。MC のスポーツライター、小崎です。このチャンネルは、スポーツ文化評論家、玉木正幸が送る既存メディアと異なる視点で、スポーツの真の問題点を取り上げ考える番組です。コメンテーターの玉木正幸さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いしはい、おます。願いします。今日はもう大相撲の話なんでね、私すはい、ごく期待しているというか、楽しく話していきたいと思っはい、ておりますが、とにかく名古屋場所が面白かったうん、のでね、そのうん、話を中心に未来の大相撲は一体どんな風になるんだろうというよはい、うなことで展望にまで持っていければいいなといはい、うふうに思っております。というので、ゲストのゲストの方方、に、はい、来ていただきました。相撲ジャーナリストの新井太郎さん、そして、日刊スポーツの佐々木一郎さんです。新井さん、佐々木さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。今、その相撲の話の前に、これも相撲ですが、新井太郎さんが新しく本を出されました。これは、面白い。読み間違えてしまうんですけど、巨人大砲卵焼きとさっと読んでしまったら、巨はい。人の横にアンチって書いてあったんで、きちんと言います。アンチ巨人大砲卵焼きはい。で、これは実は杉山アナウンサー、NHK の杉山アナウンサーでああ、もうえ94歳なんですね、確かね、新井さん。ほら、今年95歳になりまして、今年お90、ああ、そうええ、か。す、まあ、昭和28年に はい。NHK に入局されてるので、あテレビあ、放映が始まった年にアナウンサーおとしてデビューされて、なるほ要するにど。テレビの歴史がそのまま杉山アナウンサーのなるキャリアにほどね。なっているという。私が昭和27年、7年生まれでして、昭和あ27年に電気屋で生まれたもんで、とにかく翌年からはテレビの前に座らされて、じーっともうテレビばっかり見ていたという、日本で初のテレビっ子という。ですから、といって、双葉山までは知らないんですけれども、吉葉山、鏡里、千代の山から知ってるんですね。あ、ああ、いいでしょう、新井さん。羨ましいでしょ。羨ましいですね。で、若隆、土地若時代とかずっと見ていたんですが、この杉山さんの話は、双葉山から始まって、一番最後、まあ、大野里まで語られてるんですが、面はい。白かったのはね、初代の若乃花、土地若はい。時代の若乃花なんかでも、インタビューしたら答えないんですね、やっぱり昔の人は。見ての通りと言われたのが、そうですね。若乃花はなんか、勝った時はあまり喋らなくて、え負けた時ほど雄弁に語ってたっていうふうにおえ、先輩も言ってまええ、して、面白いといや面白いでそのす辺がちょっと、ね。あの勝負師だなっていううああ、ふうに思なるうんでほどすよね。ね。えでも杉山さんがね、こうで喋っておられたのは、見ての通りと言われて、見ての通りなんだから勉強してみないといけないっていうんで、勉強されたっていうのが、これはスポーツライターの方にも読んでもらいたいなというふうに思ったんですが、もう一つ面白かったのは、鷲尾山関ですか。が、ああ、喋るときに、え今日はフットワークが良かったって喋られたのに、杉山さんがもう仰天されてるんですよね。えやっぱり、力士がフットワークという言葉を使われたら、ちょっと違うんじゃないかと。足の送りが良かったとか、足さばきが良かったと言って欲しかったと言わん、れているので、逆にそれを読んで勉強になりましたですね。そんな、そういうところもこれ面白いというところですね。新井さんもそういうそうですね。感じられましたそういうの？うん、あのー大相撲以外でも、あはい。のー鶴岡監督とのやあ、りとりですとか、そうです、そうです。野球あとの三原監話も出督にてきます。も可愛がられたとか、はい、はい、はい。おあとも荒川博さんがまだ大前のう、はい、選手だった時に、はい。試合終了後に声かけたら、じゃあ今から俺んち来いっていう、そう、早稲田大学の同級生だったんで、そうらしいですね。そそれれでで家帰って、行ったら王さんダルさんがおら試合を終えれたと。た王さんが夜の11時過ぎに来て、まだ一本足打法になる前でしたけど、はい。その頃から、荒川教室というか、荒川ええ、さんにバッティングをお教わってたんだってですいう、ね。まあ、僕も知らないこと
がかなりね、これリアルにそう話していたですね。だいて、いやいや、すごく興なんか、奮しました。やっぱりね、年寄りの言葉は、聞くべきだと、私がいつも孫に言ってるんですけれども、孫はなかなか聞いてくれないんですが、まあ、それとあと、これも、まあ、95歳になられるんですけどああ、も、はいはい。まあ、滑舌もはっきりされてますし、そうですね。素晴記憶も確かならしいですね。んですよ。えだからいやもう取材がすごいー、スムーズに進んで、そうですか。はい。まあもう本当に、驚きました。そなるの点は。ほどね。え名古屋場所の時でも通路の、あれは西型になるんですがね、東東型ですか？の花道、テレビで見たら向かえって左側のはい、花道のところの、に座っておられるのがいつもよく見ええましたです。私も前にYouTube に出ていただいたことが一度あるんで、現場でもお会いしたことあるんで、非常に面白かったです。これ、ありがとうございます。佐々木ありがとうさん、ございます。どうですか？杉山さんに対してはなんかありますか？思い出とか。いや、もうリスペクトでしかないと思います。ああ、そうですか、やっぱり。今場所も記はい、者席に座る前までは、はい、記者室にいらして、少しおはい。話をされたんですけど、お話をさせえてもらったんですけれえ、ども、ええ。やっぱり新しい会場に対しても、ジャーナリスト的な視点を持たれていて、ここがちょっと物おー、足んないな、みたいなことをズバリ結構おっしゃられてたので、まさに現おー。役感バリバリだなっていうのをああ、感じた次第です。なるほど。94歳で現役感バリバリというのはすごいなと思いますけれども、今、そろそろそれで、名古屋場所の話から大相撲の未来というのを語って話してもらいたいなと思うんですけども、今ちょうど佐々木さんから AG アリーナの話が出ましたんで、それか IG アリーら、ナですね。はい、IG アリごめんなさい。ーナ。じゃあ、インベスティゲントゴールドえーっと、なんとかってやつですね。イギリスの投資会社の はいはい。IG なんですね。はい。これは佐々木さんから聞こうかな。佐々木さんいかがでした？その会場というのは。また、杉山さんの言われていたことも話してもらえればありがたいんですが、いかがでした？そうですね。やっぱり新しくて綺麗ですので、はい。慣れてしまえば、総じて評判は良かったと思っていまはい、す。ただ、やっぱりえまだ、細かく言うと改善の余地はいっぱいあるかなというふうにも感うじました。ん。例えばどんなところですか？そうですね。例えばですけれども、えやっぱり大相撲の会場っていうのは、え、えお相撲さんってやっぱファンとが触れ合える場面がちょっとでもあるといいなと思ってましあて、例えばですと、あ、国技館なんかの場合には、はい、両国駅近くの南門から入って、はい。いわゆる入り待ち出待ちみたいなのができたりして、会そう場の中でですね。もお相撲さんが入ってくる様子を見れたりだとか、はい、取り組み終わった後の帰り際にはサインしてもらったりだとか、撮はい、影ができたりするんですけれはい、ども、はい、はい。IG アリーナは構造上の問題だと思うんですけれども、ええ。それがやっぱり一切なかったんですよね。ああ、うん。そうですか。はい。なるほど。テレビで見てるだけでしたら、花道の横でお客さんと触れるようなところもあるから同じようなものかなと思ったんですけれども、その、そうですね。その裏の方ではだいぶ違ったなという感じがあるそうでみすね。たいですね。土俵ああ、そう。周りは確かにお客様の通路、動はい。線同じようなところもあるんですけれども、はい。やっぱり会場入りするときにせっかく夏なので染め抜き着て入ってきてるんですけれどああ、いも、やいや、うそう、なるほん。ど。ただそれが一切ほぼ見れないまま、その関係者入り口に車で横付けして、で、そのああ、ままそうです。直で会場入りしてしまうと、一体このあ染め抜きは何のために着てきてんあ。だろうみたいなふうに思うこともちょっとありそうましたね。なるほど。やっぱりお客さんに見てほしいというようなところはありますよね。はい。なんか今のお話聞きながら横浜球場に似ているなとか思ってしまったところはありますけれども。うん。新井さんいかがでしたはい。アイジアリーナは？まあ、第一印象はなんか、はい。巡業みたいな雰囲気だな、という感じですね。そうそうそう。巡まあ、支業み度部屋もたいな。含めてですね、はい。なんか雰囲気がちょっと巡業っぽい感じなんですけど。あうん。あ。巡業っぽいというのはどういうことなんでしょうか？体育館っぽいってこあの、とじゃなくて。いや、あの、まあ、アリーナですのでね、はい、はい。まあ、まず、IG アリーナ最大で確か1万7000人入はい。ると思うんですよね。最大でですそれね。ぐらいですね。はえい。大まあ、大相相撲の場撲のと、合ははい。8000人弱8000、はで、い。あのまず最上階の席は
はい。開放してないんですよ。その屋なるほど。根があるから、上からはい。は見れないんですよね。ああ、土俵が見れない。土俵えの上の吊り屋根がある釣りからというこ屋には、とですね。それとあと、フロアもはい。中心じゃなくて若干ちょっと一方に外れる。ずれてるんあで、あ、もう片方はかなりスペースがあって、なるほど。まあ、バックヤードはかなりもう広すぎて、ええ。動線もちょっとわかりづらくて、なるほど、まあ、なるほど。慣れてはくるはい、とはい、思うんですはい、はい。けども、はい。まあ、第一印象としてはちょっと巡業っぽい、なるほどスペーね。スを持て余してる感じもして、なるほど。え今の新井さんのお話聞いたりしていたら、私は名古屋場所、昔前の体育館行ったええ時にね、これはなんかもう狭苦しいところ通りながら行くんだなと思い狭いですね。ながら、客席がこう、パイプでこう、作ってありますよね。あれを思いええ出して新しくなっていいなと思ってたんですが、新井さんと佐々木さんの話を聞いていると、やっぱり大相撲って相撲っていうのはもっとこう、なんか、もうちょっとこう、汚いところで、汚いところって言い方、表現が悪いな。なんかこう、匂いのあるところでやってくれた方がいいなという感じがちょっとしましたね。うまあ、ん。ね、アリーナよりは体育館の方が合ってんですかね。ア大相撲は。リーナっていう言葉がなんかちょっとまた、来年が名古屋でね、アジア大会があるもんで、あそこでは多分バスケットボールやバレーボールやなんかもすることになると思うんですけれども、佐々木さんはまあ、将来的には良くなっていくだろうというのでよろしいですか？そうですね。今場所もやっぱり支度部屋も広かったはい。り狭かったりだとかいろんな意見あったりしたんですけれども、やっおぱり聞いてみるとまだ初年度なので、来年以うん。降は館内のどこを何のために使う部屋にするのかっていうのは、あ多少のそのあ、改善の余地があるというか、改善する可能性があるらしいんですよ。うなるほん。ど。ですので、今回まあちょっといろんなやってみて分かったことがいっぱいあるので、はいはいはい。来年は少し変わる可能性があるんじゃないかなと思っております。なるほどね。はい。そのアリーナですから、裏舞台のところにはいろんな部屋があるわけですね。すごいあその、るんですよね。なるほど。国立競技場なんかでもそうですもんね。部屋はいっぱいあって、それをどのように使うかっていうのはあってっていう。まあ、新井さんはどう思われますか？これは良くなるぞって思われますか？もうっていう聞きまあ、方おかしいな。改善はされていくと思うんで、まあ、あはいはい。とはまあ、こうね、慣れていくと思うんでね。なるほど。まあ、まあ、初年度なんでちょっとやっぱ戸惑う部分が多かはい。ったですよね。なるほど。え名古屋出身というか、名古屋在住の小崎さん、はい。どうですか、外から見たアリーナは？いや、まあ、隈研吾さんのはい。設計だなというのがよくわかる。よくわかりますあね。もう本の、当に。鉄骨に、えかまぼこの板がペタペタ貼ってあるといー う、あの、工事中から何回も、見には行ってたんですけああ、そうでど、すか。最初は、鉄骨が出てただけに、その後にそこに、木の板が張っていくとあいうところで、あれはあ、何のためにあるんだろうって、まあ、大相撲やるんで、うん。上りはあそこにぶら下げるのかなって、ぶら下げるにはちあょうどいいなっていう気があ、して、ああ。けど、まあ、それ、それをやらなかさ、ったですね。佐々木さん、上りぶら下げたらいいですね、それ。どうですか？ 斬新な立て方になりますね。上りについてはですね、えこれも少し取材して分かったことがあるんえ、えですけれどえ、も、はい。あの、基本的には関取の上りは立ってたんですけれども、はい。部屋とあか裏方さんの上りは今回立ってなかったんですよ。おこれどういうことかっー、て聞いたら、これはええ、構造上ちょっと立てる本数がもう、あれは、この現在の仕様ではもうやむをあ得ないことなんあ、だっていうことも言ってたんで、そこも新しい施設だったらちょっとそこら辺見通してなんかこう、あんだけスペースあるんだから、うまうん、くできなかったのかなっていうのはちょっと思ったところああ、ではありそうですましたね。ね。スはい。かなりペース。マニアックなところではありますけれども。やっぱり登りはね、やっぱり一種のお祭りですからうね。ん。こう、あれ、櫓はどうなってるんですか？櫓は、櫓太鼓。櫓は立っ
ってるんですけれども、ええ。危ないから使わないということで、立ってるだおーっと、けで、いわゆる見せ物的な役割はな果たしているほど。つつも、あ普通の安全なフロアの方で太鼓を叩いてたっていうところ体育大です。ですね。新井さん、やっぱり櫓で太鼓を叩いてほしいと私、今、佐々木さんの話聞きながら思ったんですが、新井さんの感想はどうだったですか？ まあ、ですから、そこも含めて巡業ですよね。なんかね。じゃあ、そうか。巡業は、地面の上にね、ご座敷いて、その上で叩いてますけども。ああ、そうですよね。うまあ、やっん。ぱりね、櫓の上で、こうね、より遠くに響くようにう叩いてもらいたいん。とは思いますけれども。なるほどね。まあ、そういうえ雰囲気がだんだんできてくれば、名古屋ー、の人えもだんだんと、こう、なんていうか、自分たちの大相撲だという気持ちになってくるかな、というふうに思いますが、なるほど。いや、面白い話だったんで、思わず長くなってしまいましたが、名古屋場所の話、ちょっと行きましょう。面白かったですね、新井さん、名古屋場所。私はもうそうで毎日見すね。るのがこんなに楽しい場所っていうのはなかなかなかったんですけれども、よく考えたら、遠藤は休んでるし、ですから、豊昇龍は途中からすぐに休むようになったし、結構休んでる人多いんだけれども、それでも面白かったで。やっぱり面白かはい。ったでいいんですか、まとめとしては。新井さん、ええ、いかがですか？はい。まあ僕は大野里の3連覇を信じて疑わなかったんですけども、はいはいはいおーまあはい。それはならなかったんですけども、はい。まあその代わり、やっぱり若手のね、生きのいい、こう、ホープたちが、こう、いやこぞっていい相撲を取って、ー、はい。本当に盛り上げてくれましたよね。なるほどね。やっぱまあ、り盛り上がりましたこう、ね。将来が楽しみな、ね、逸材ばかりが、こう、活躍なして盛り立ててくれたなっていう印象ですね。そうですね。それで優勝したのが琴勝峰ですからね。はい。琴勝峰が確か25歳かなに、20、うん25ですね。25ですはい。ね。ですからもう、それから私の大好きだったウクライナの青錦、彼は21ですか。まだ。はい。もうそうですね。若い、それから草野も敢闘賞をもらって、これ24歳ですし、こうガンガン出てきたっていう、佐々木さん、やっぱりそういう意味では盛り上がった場所だったって言ってもよろしいんですかね。そうですね。やっぱりはい。すごく話題性は豊富だったと思います。はい。千秋楽迎えてもやっぱり優勝の可能性ある力士が3人もいたので、そうですね。我々新聞記者的な視点で言うと、3人分誰が優勝してもいいように準備しなきゃいけないのは結構大変でした。そういう、なるほど。でもなかなか面白かったですよね。相撲そのものも面白かったですよね。千秋楽で青錦と琴勝峰がぶつかって、どんな勝負になるかなと思ったら、意外とあっさり決まった割には、なかなかいい相撲だったっていうか、そんな感じを持ったんですけれども、やっぱり佐々木さん、どういう感じ、得られましたですか？そうですね。やっぱ青錦は本当に見てても面白いですし、ええ、文化的な背景ももちろんそうですけれども、彼がはいはい。発する言葉ですとか、はい。やっぱり相撲の取り口もすごく面白いですうし、ん。あとは師匠との関係性も含めて、あらゆるとああ。ころがすごく面白かったっていうのが取材してみての印象ですね。やっぱり師匠といえば阿炎錦ですからね。ですから、内無双を2つも、2回も見られるってもうなかなか素晴らしかったし、それそうですからね。頭をあれだけ下げて、下になかなか落ちないと。まあ、うん、千秋楽で初めて落ちたっていうのはありますけれども、それでもあの低さって見事でしたね、あれは。そうですね。やっぱり前傾姿勢崩さずに、取り切れるっていうのはすごく特徴的なので、まだやええ。っぱりこう、他の力士たちが対策しきれてないのかなっていう印象を持ちまあした。あとは、あ。内無双で2勝してるんですけれども、はい。初日はこう、左手で無双を切って、はい。その後、右で無双を切っ右で、はて、い。うん。これ結構支度部屋でも本人に対して右でも左でも無双切れるんですかって聞いはい。たところ、どっちでもいけますって言ったあたりは、おかなり感心したというか、やっぱり他の親方あ衆に聞いても、そもそも投げを打つにしても右左両方投げれる人もそんなに多くはないあ。はい。で、無双両方で切れるっていうのはなかなかすごいなとは思いました。なるほどね。どうですか、新井さん、はい。青錦についてはどう評価されてますか？そうですね。まあ、21歳と若いんですけども、はい。やっぱコメントは本当感心させ
られるというか、え浮ついたところが一切なくてですえ、ね、え本当にこう、侍精神というか、あそういうものすら感じるぐらい、えやっぱり本当にこうね、師匠の教育が行き届いてるんだなというふうになるほど。思いますね。え安美錦関ってのは私は現役の時にもう大好きな方で、それこそもうとっくり投げとかね、とっくり投げとか、それから側尾落としですか、といったような、いろんな技をこう、やられた方で、それに大物食いで金星が多かったという、やっぱり師匠の、なんとか血が結構伝わってますかね、新井さん、どうですか？そう思いますね。うん。相撲以外のとこでも、はい。生き様と言いますかね。はいはい。力士としてどう振る舞うべきかですとか、ああ、そういったところも、こう、ちゃんと叩き込まれているうん。ような、ところがあるなと思いました。なるほどね。えまあ、師匠の現役時代の安美錦関は、パンツを履くより早く回しを締めたと赤ん坊の時にと言われたぐらいなんというか、お相撲さんとして一生育ってきた方だというので、佐々木さただん、はいはね、い、コメンはい、どうぞ。トを、安美錦ほどウィットに飛んだコメントはまだまだですけども、あのーただ本当、こう、真面目で、こう、ストイックに相撲はい。に打ち込んでいるなるほど。タイプですね。はい。まあ、若いからいいんじゃないですか。まだ、まあ、え今のままでいいと思います。なるほどね。佐々木さん、その青錦以外に注目された若手力士っていうのはどうなりますか？誰を挙げられますか？そうですね。いっぱいいるんですけれども、やっぱりはい。藤野川なんかすごかったと思いますああ、いいね。ですね。はい。京都出身っていうのがね、なかなか私なんかも喜ぶ、自分の出身と同じだというだけの話してるんですけれども。でもあの小ささでなかなかやりますよね。そうですね。やっぱ新入ね。幕での、勝ち越し10勝での敢はい。闘賞というのは、素晴らしいことだと思います。彼も青錦と同じでですね、はい。やっぱこの世界で自分は生き抜いていくんだっていうようなですね、覚悟を、言葉からもすごく感じますし、なるほど。実際小さい体で、全身を駆使しながら、はい。相当体傷んでるんですよね。本場あ所中も、この眉尻あたりを切っあ。て何針そうも縫ったりそだとう。か、はい。あとは肩をかなり強打してアイシングしなそうですね。がらだとか、体ボロボロだったと思うんですけれども、すごく感動的な相撲が多かったと思います。うん、そうですね。本当に。こんなこと言ったら叱られるかもしれないですが、私も京都人として、京都人のなよやかさと全然違う根性があるやつだなと、なかなかすごいやつだなと思ったんですが、新井さんいかがでした？藤野川は。いや、本当に、シコナーのイメージぴったりと言いはい。ますかね。牛あ若丸と言われた、あの、先代の伊勢の海親方あ、はい。の現役時代を彷彿させるようあな、あ、なるほしどね。ぶとさと、うん。あとは小さい体でね、釣りも釣りやりやったりしましましたね。たし、そうですね。うん、なんといっても面構えとか、はい。根性というかね、ね、まあ、あの、こう、思わず応援したくなるようなね、そうです常にね。全て出し切っている、ああいう相撲ぶりってのはいいですよね。やんちゃ坊主が出てきたみたいなところが、え結構感じたんですけど、新井さんは他には誰か、あげるとしたら、若手で、出てきた力士、どう思われますか？やっぱ草野がいいですよね。草のね、なるほどね。えー関東省、まあ、あの、日大出身の学生力士ですけれえーど。土俵際のしぶとさもあるんですけども、はい、基本的には立ち合いで、相手の懐入ってはい、一気に持っはい。ていく、こう、出足相撲うん、が、メインなんでね。うん、そういう相撲を続けていけば、怪我も少なくて、そのままうん、こう、出世していくと思うんで、うん。僕は大野里のね、将来はい。ライバルっていうのは、豊昇龍とかじゃなくて、草野になるお、というふうにお思ってますっと、んで、おっとっとっとっえとっと、
これから3本目の話題に飛んで移りそうな感じもしああ、ますそうですか。けれども。まあ、それぐらいの結構ですけど。ポテンシャはい。ルを秘めているうんなるほどというね。まね。あ、そういうふうに見てますね。なるほど。佐々木さん、草野はいかがですか？ええ、もう太郎さんおっしゃった通り、ものすえごい可能性を秘めております。まだえ。まだこれかうん。ら体も大きくなるでしょうし、はい。本当に怪我だけを気をつけてやってきていってもらえれば、まだまだそこは見えてないので、うん。どうやったら負けるのかなっていうのは、あうんあんまり、いいな。こ見えない感じがまだしますね。はいはい。まあ、その他にも、重量優勝した三田という力士であるとか、それから幕下で優勝した、朝白龍ですか。もういろいろ若手がどんどん出てきているというようなところで、非常に楽しみがあって、将来はどうなるかというところは、続編でゆっくりまた喋っていたはい。だくということにしたいと思いますんで、第1回目の名古屋場所を振り返っては、このうん。ぐらいにしておきたいと思います。新井さん、佐々木さん、ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。どうもありがとうはい。ございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。では、皆さんご覧いただきありがとうございました。次回のフォーラム8プレゼンツ、玉木のスポーツジャーナリズムは、今週のテーマ、面白かった名古屋場所が示した大相撲の未来のエピソード2、玉鷲、高安、御嶽海、ベテラン力士の奮闘はどこまで続くです。引き続き、新井さんと佐々木さんとともにお送りします。それでは皆さん、次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。